皆さんこんにちは。一つのプラモデルを3つの動画に分け、完成までを収録しているプラモの時間。いつもご覧いただきありがとうございます。今回はレストアついでに息子のために板車を作ってみるというテーマと、自作デカールのブラッシュアップの2つをテーマに制作していきます。まずはこの86がどんな車だったのか紐解いていきましょう。1983年5月、4代目となる AE86 型が誕生。この形式番号のカローラレビンとスプリンタートレノに対し、俗に86という呼称が付けられています。自然吸気 1.6 リッターエンジンと後輪駆動の組み合わせで、当時新規開発された 4AGEU エンジンはチューニング志向の強い層の支持を受け、一躍人気車種になりました。1990年代後半からは漫画イニシャル D の登場車種であるという理由で、中古車としての流通も少なかったため、漫画での紹介以降、異常なほどのプレミアム価格で取引され、カルト的な人気を博すことになります。グレードは GT Apex、GTV、GT の3種類で、GT Apex が最上級グレード、デジタルメーターが標準装備、GTV は競技ベース車両でパワステやリアワイパーが非装備、GT はこちらも競技ベース車両で GTV よりもさらに装備が簡略され販売されたようです。ボディは2ドアクーペと3ドアクーペがあり、流通量は圧倒的に3ドアが多く、今回制作するキットのモデルである2ドアクーペは希少な存在となっているようです。それでは早速制作開始。さて、今回のこのキット、富士見から過去に販売された AE86 トレノの前期型で、十数年前に完成直前でお蔵入りとなった個体。当時は缶スプレーと筆のみで製作していた記憶があり、いい加減成仏させてあげようとレストア開始。でもどうせ作るなら息子のために板車として復活させようと、今回の制作を決意しました。板車なのでデカールも自作で準備となり、ボディカラーは黒銀をベースに、ホワイトデカールの上にメインデカールを重ねつつ進行していくので、この辺りの検証も行いつつ作っていきます。まずはパーツ一つ一つを破損させないように解体し、塗装を落としていきましょう。イソプロピルアルコール IPA にパーツやボディを浸し、塗装を剥離していきます。このイソプロピルアルコールは匂いが強烈なので、マスクと手袋を完全装備の上作業を行っていきます。塗装の剥離は指と歯ブラシで行い、イソプロピルアルコールを完全に飛ばし乾燥させた後、パーツ一つ一つを軽くヤスリで整えておきます。次に筋彫りを行っていきます。使用しているツールはタミヤ製の筋彫り調光ブレードで 0.15mm の刃を装着したものと、タミヤの P カッターとなります。用途としては、調光ブレードは全体的な筋彫り、P カッターは刃幅が調光ブレードよりも広いので、ドアやボンネットなどの開閉パーツ部分に使用しています。リアルな完成度を追求するにあたり、ボディのパーツそれぞれに対し筋を入れておかないと、塗装を重ねた時に溝が塗料で埋もれてしまい、リアルなシャープさが欠けてしまうので、そうならないためにもしっかり丁寧に彫っていきます。といっても、あまり深くしすぎると不自然なシルエットになってしまったり、パーツが貫通し割れてしまう場合もありますので、
あくまでも軽いタッチでそれぞれ3から5回を目安に、なおかつボンネットやドアなどの開閉パーツ部分は他のパーツとの差を明確につけるためにも P カッターを使い、太めのラインになるよう意識しながらしっかり彫っていきます。続いてこの赤線部分のパーティングラインを消す作業、その他にバリなどを取り除いていく作業となります。メーカーの製造過程で金型同士を合わせてパーツを成形しているため、どうしても付着してしまうのがパーティングラインやバリですが、これを消すのと消さないのでは面がより滑らかになるなど仕上がりに大きく影響してきます。パーティングラインの確認方法としては、ボディを真上から見た際、縦一直線に入っている場合が多いので、実際に指で触り段差を確かめながら作業を進めていきます。作業手順としては800番程度のペーパーヤスリでボディ全体にあるパーティングラインを水取りで取り除いていきますが、取り除く際の注意点として細かなプレスラインもありますので、その部分まで削ってしまわないよう注意が必要となります。カーモデルの場合、前後バンパー周辺、ボディを真上から見た際にリアからフロントまで一直線にパーティングラインがあり、特に前後バンパー周辺は頑固なラインが形成されていることが多いので、根気よく処理をしていきます。続いてボディの調整加工です。塗装を剥離し、塗装前の状態に戻ったボディですが、気になった点は右側リアのホイールアーチの一部分が欠けていたこと。こちらは C フォース製の UV 接着パテを盛り込み、ブラックライトを照射、ものの数十秒で固まり、埋めて削る作業にはもってこいの商品。プラモの時間ではこういった作業にはこの UV 接着パテがマストアイテムでとても重宝しています。あとはキーシリンダーがモールドされてありましたので、こちらは運転席と助手席側のドア、トランクのキーシリンダー部分に対し、アドラーズネストのブラインドリベットヘッドを取り付けるための穴を開けていきます。タミヤの極細ドリルバセットより 0.8mm のドリルと同じくタミヤ製の精密ピンバイスを使用し、穴を開け作業完了です。続いて本塗装をする前の下地としてクレオスのベースホワイトを拭いていきます。この下地処理は深いツヤのある仕上がりを目的とするのであれば必須作業になります。またパーティングラインを消すためにボディ表面を削ったり、ヤスリの跡が残ってしまった場合は必ずサフェーサーを吹いて本塗装の前に表面を滑らかにしておくことが大事です。いかに下地処理で滑らかな表面を作り上げるかが重要なことかと思いますし、下地の段階からこの表面を意識しておくと、後々表面仕上げの工程で時間を短縮できたりするなど効率が上がります。サフェーサーを吹き、パーティングラインも消え、綺麗なボディラインになったことを確認し、次の作業に移っていきますが、今回はここまで。次回はインテリア完成までをお届けする予定です。ご視聴いただきありがとうございました。